皆さんこんにちは。今日も最新のウクライナ情勢について、公開情報をコンパクトにまとめて地図を使って、いち早くわかりやすくお届けします。よろしくお願いします。チャンネル登録して通知をオンにすると、動画公開時に連絡が来ます。過去の動画も再生リストから合わせてご覧ください。ウクライナ情勢。ロシアがキーウに侵攻してから1093日となりました。まずは全般的な事柄です。先ほど公表されたウクライナ軍の参謀本部の最新の発表によると、ロシア軍の損失は兵士1190名、戦車14両、装甲戦闘車も14両、砲63門、多連装ロケット3両、防空システム6機、ドローン160機、その他車両136両、となっています。戦線全体では、1日で144回の地上戦の報告がありました。戦況図と並んで大好評のウクライナとロシア情勢のニュースコーナーです。YouTube のチャプター機能で必要なところを見ることもできます。1番目。国際政治の世界にハリウッドの脚本にトランプ大統領が活躍したプロレスの WWE の筋書きも加わって盛り上がっています。ゼレンスキー大統領がかつてコメディアンだったことから心得があるとみてトランプ大統領は容赦なく場外乱闘を始めました。ポリティコによると、トランプ大統領は、ゼレンスキー大統領を、そこそこ成功したコメディアンで、支持率 4% の独裁者と呼び、ロシアがウクライナに侵攻したのも、ゼレンスキー大統領の責任だと発言し、アメリカのウクライナに対する支援は、天文学的な額で、ヨーロッパより2000億ドル多いと述べ、欧州諸国は唖然とし、ある英国関係者は、なんてことだとだけ発言したと伝え、メディアは、検証に大忙しとなっています。その中で、ドイツのショルツ首相は、トランプ大統領の発言は、間違っていて危険だと、生真面目に述べ、イギリスのボリス・ジョンソン元首相は、トランプ大統領の発言に正確さを求めるべきでなく、欧州の人々に衝撃を与えて行動を起こさせることが目的だと述べ、あまり文字通りに受け止めないよう促しました。一方、マクロン大統領は、パリで2回目の緊急首脳会談を行い、その後、ヨーロッパ大陸の安全確保に責任を負うと宣言し、ウクライナへの支援は重要な優先事項であると強調しました。会談では、防衛費の大幅増額、ウクライナへの派兵について協議されたと伝えられています。2番目。また、ウクライナ主要情報総局 GUR のブダノフ長官は、この状況について SNS で国民に向け、一言持ちこたえるとだけ書き込みました。この意味について、ウクライナの政治家で元最高議会議員のベレザ氏は、この状況は我々を試すための試金石で、自分の国の運命は自分で切り開き、頼りにしなければならないのは、私たちと私たちの軍隊だけということだと説明しました。それでは、各地域の戦況です。戦況の変化のあるところを中心にお伝えします。その変化は大画面でフルスクリーン表示にしていただくと、街並みや日付とともに追いかけることができます。説明にあたり、過去に海外で起きた事件を参考に、ルジアンやルシアン軍など、YouTube 用に最適化した表現を使用しています。北東部クルスク、ハルキウ方面。両軍が攻撃と奪還を行っているクルスクとハルキウ方面の戦況についてお伝えします。クルスク方面。作戦に影響を与えるクルスクの天気は雪。最高気温-5度、最低気温-11度。今日の天気予報も曇りとなっています。この方面でルシアン軍は7回の攻撃を行い、戦況図に影響のある情報はありませんが、プー大統領は、ルシアン軍の第810海兵旅団が、クルスクでウクライナ国境を越えて、ウクライナ側のスームイに侵攻したと主張しました。
一方、ロシア軍の軍事ブロガーたちは、この攻撃は失敗に終わったとして、その悲惨さを伝えました。それによると、侵攻作戦は2月15日から18日にかけて行われ、ウクライナ軍が占領しているスジャの補給線を遮断するため、ロシア軍の第83空挺旅団と第810海兵旅団に命令が下されました。目標は、ニコライボダリーノからウクライナに侵攻し、12キロ先のウクライナとスジャを結ぶ R200 号線を遮断することでした。まず、第83空挺旅団の兵士10人が、ニコライボダリーノからウクライナ側に入ったところ、国境から400メートルのジュラフカ付近でウクライナ軍に見つかり捕虜となりました。その後18日にも、同じ第83空挺旅団がウクライナ側に入りましたが、部隊は音信不通となりました。そのため、当初の作戦期間を延長し、翌19日にも部隊が国境を渡りウクライナに入りましたが、今度はウクライナ軍が待ち構えていたため、部隊は壊滅しました。その後、第810海兵旅団が作戦を引き継ぎ、ウクライナ側に偵察部隊、破壊工作部隊が何度となく攻撃を行っていますが、いずれもウクライナ軍に撃退されました。結局、ロシア軍は、スジャの補給線どころか、国境から数百メートルも前進できず、今も損害だけが増えているとのことです。軍事ブロガーは、大統領になぜ真実を報告しないのかといぶかっています。ハルキウ方面。この方面で地上戦の報告はなく、昨日お伝えしたところから、戦況図に変更はありません。北東部ルハンスク州方面。東部チャシフヤール方面。クピャンスクからチャシフヤール方面の戦況についてお伝えします。この方面でルジアンは、クピャンスク方面で16回、スバトベクレミンナ戦で12回、シベルスク周辺で4回、チャシフヤール方面は1回、トレツクの方向で15回攻撃を行いました。チャシフヤール方面。この方面で、ロシア軍は、チャシフヤール北方のバシュキフカ付近、チャシフヤール市街、南方のビラホラ付近で攻撃を行っています。1番目。バシュキフカ付近では、ロシア軍がオートバイ攻撃を行い、機動性の高さを生かして、ウクライナ軍陣地の突破を図りました。ご覧いただいているのは、ウクライナ軍の第30機械化旅団のもので、ロシア軍が広大な平地をバイクで颯爽と駆け抜けているところですが、ウクライナ軍が出撃位置からバッチリ監視している様子となっています。ちなみに、ウクライナ軍は、ため池の西側の高台に陣地を構えています。この攻撃は、ウクライナ軍の砲撃とドローンにより、係争地内で撃退されました。戦況図に変更はありません。2番目。一方、チャシフヤールの南に位置するウクライナ軍が奪還した鉱山の東側では、複数の情報を総合すると、ウクライナ軍が運河の西側に後退し、空いたところにロシア軍が前進したとして戦況図を更新しました。面積は 2.5 平方キロになります。トレツク方面。トレツク市街では、ロシア軍は占領目前でウクライナ軍に押され始め、市街地では建物一つごとに支配が入れ替わり、上空ではドローンも飛び交う激戦となっています。ご覧いただいているのは、ウクライナ軍の第28機械化旅団が撮影したスタジアム付近の高層アパート街の様子となっています。かつての街並みはなく、すべての建物が焼け焦げているのが確認できます。そのうち、位置情報付きの映像によると、ウクライナ軍は、投降を呼びかけるチラシを作成し、地図の場所で散布していることから、ルジアンは、戦況図の赤い範囲よりさらに後退し、この場所が、ルジアンの最前線となっていると考えられます。ご覧いただいているのは、ウクライナ軍の第100機械化旅団のボロングループのものとなっています。今のところ、戦況図に変更はありません。南東部ドネツク州、ポクロフスク、クラホフ、
ベリカノボシルカ方面の戦況についてお伝えします。この方面でルジアンは、ポクロフスク方面では43回、コスティアンティノピル、ベリカノボシルカ方面で27回攻撃を行いました。クラホフが地図の表示から外れることが多くなったことから、今日から呼び方を変えました。ポクロフスク方面。この方面では、ルジアンは歩兵の突撃を行い、前進を試みています。反対に、ウクライナ軍は、防衛に重要な地点で反撃を行っています。ウクライナ軍の第32機械化旅団のボロディン報道官は、ウクライナ陸軍テレビで、この方面の戦況について、敵は車両を使わず、民間の車両を奪って使っている。最前線では、車も使わず、ラクダと呼ばれる運搬係の兵士を使って補給を行っている。このラクダは動きが遅く、我々のドローンにとって都合の良い目標となっていると説明しました。そのうち、ポクロフスク東側の高速道路のインターでは、複数の未確認の情報を総合すると、ウクライナ軍が反撃を行い、ルジアンをインターチェンジから排除した情報があります。戦況図では、その範囲をルジアンの占領地と係争地からウクライナ軍が奪還したとして更新しました。この場所は今月11日にルジアンが到達した場所でしたが、奪還した面積は1平方キロとなります。それ以外の多数の攻撃はルジアンに成果がなく、ルシアン軍の攻勢は限界が訪れた可能性があり、戦況図に影響のある情報はありませんでした。コスティアンティノピル方面。この方面で、ルシアン軍は兵力をかき集めて戦力を集中させ、ウクライナ軍の突出部を攻撃し、ウクライナ軍はコスティアンティノピルに後退して防衛を行っています。1番目。アンドリーフカでは、複数の情報を総合すると、ルジアンが集落北側の道路沿いに攻撃を仕掛けて前進したとして、戦況図を更新しました。集落にはウクライナ軍も入っているため、ウクライナ軍が市街地を南に抜けて、戦況図の範囲に出入りがある可能性がありますので、わかりましたらまたすぐにお伝えします。2番目。ウクライナ軍はウラクリーから撤退し、コスティアンティノピルとその西のバハティルで新たな防衛を行うこととなりました。空いたところにルシアン軍が入り、ウラクリーはほぼルジアンが占領し、ウクライナ軍の突出部はボフチャ川の北側に縮小しました。これに伴い、戦況図では、ラヒネはルジアンが占領し、ボフチャ川の南でルジアンが支配を拡大させたとして更新しました。面積は24平方キロになります。この突出部があることで、ウクライナ軍はルジアンの戦力をポクロフスクから分散させることができ、昨日の動画でお伝えしたように、ルジアンのポクロフスク攻略の失敗につながりました。ベリカノボシルカ方面。この方面でも、ルジアンが突撃で前進し、ウクライナ軍が損害を与えています。1番目。ブラツケでは、複数の情報を総合すると、ルジアンが南から集落に近づきつつあり、その範囲2キロほどをルジアンの占領地として戦況図を更新しました。2番目。その西にあるノボシルカでは、位置情報付きの映像によると、ルシアン軍が機械化攻撃を行い、集落に入り、支配地を拡大させています。ご覧いただいているのは、ルシアン軍のもので、地図の付近を前進する装甲車両の様子となっています。ウクライナ軍からは、特に抵抗などなかったようで、ルシアン軍の車両は歩兵を下ろして帰還していて、戦況図では、その範囲をルシアン軍が占領したとして更新しました。面積は5平方キロになります。少し地図を引くと、これらの攻撃軸の7キロ先には、ウクライナ軍の主要な防衛線があり、そこまではゆっくり前進する可能性があります。後方地域。1番目。昨日ドローン攻撃があったとお伝えしたサマラのシズラン石油精製所では、
ロイターが操業停止を伝えています。それによると、工場で唯一稼働していた石油精製ユニットの AVT6 が火災にあったため、プラント全体で石油精製ができなくなりました。これにより、レザン製油所、ボルゴグラード製油所、アストラハンガス処理施設に次いで、今年生産停止した4番目の石油精製施設となりました。2番目。ウクライナ国境から2000キロ離れたチュメニでは、油田掘削装置が爆発しました。動く映像ではお見せできませんので、テレグラムに掲載しますが、従業員が電動エンジンポンプを持ち上げて作業をしていたところ、石油、ガス、水を含んだ混合物が漏れ、火災になったとのことで、従業員が救急ヘリコプターで運ばれた情報があります。3番目。モスクワでは、防衛産業と関係があるとされる精密機械研究所で火災があり、1500平方メートルの範囲が燃えているとのことです。火災は地下室で発生し、敷地内のヘリウムガスが熱で爆発する可能性があると伝えられています。今のところ原因は不明で、映像では街の中で炎と煙が確認できます。南部ザポリージャ州、南部ヘルソン州。これらの方面で、ルジアンはザポリージャ方面でのみ3回攻撃を行いましたが、戦況図に影響のある情報はありませんでした。その他、朝鮮日報はクルスクで捕虜になった北朝鮮兵2人にインタビューした記事を掲載し、兵士らはウクライナの無人機について指揮官から操縦しているのは韓国軍兵士だと聞かされていたと証言しました。兵士らは韓国軍だと信じて戦っていたとのことです。また、26歳の捕虜は無人機による犠牲が多く、部隊は全滅した。ロシア軍は支援砲撃をほとんどしてくれなかった。我々は無謀な犠牲を強いられたと述べ、無人機の対処法は知らされず、所属していた中隊の同胞はみんな失われたと語りました。また、北朝鮮兵は捕虜となることは裏切り行為とされている。手榴弾がなかったので自決できなかったと述べました。今日は以上です。情勢分析やニュースの感想、最新情報など、ぜひコメント欄にお寄せください。最後に、このチャンネルにはサブチャンネルがあります。また、関連する Twitter、ノート、テレグラム、ニコニコ動画があります。ニコニコ動画では過去の動画を順次掲載しています。何かあった時は、これらのメディアで視聴者様にお知らせしますので、ぜひ、どれか一つでもチャンネル登録、フォローの方をお願いします。リンクは概要欄にあります。ご視聴いただきありがとうございました。